今回は砂の回廊の解説です。砂の回廊は周回要素のあるコンテンツです。途中で敵が強すぎて詰んだ場合や、開始キャラの選択を間違えた場合でも、迷宮大冒険のように進行状況を清算したり、ペナルティなしでやり直すことが可能です。最初はシステムを把握するつもりで適当に進めてみてください。まず、周回を始める際のおすすめキャラについてです。このコンテンツでは、オート適性、移動力、範囲性能の3つが揃っているキャラが適しています。具体的な候補としては、セレナ、ニーティア、イェガーネ、SP ヌンガル、キャメロットなどです。ただし、キャメロットは序盤は選べません。それぞれの装備構成は、このような感じがおすすめです。続いて、運命の夜明けについてです。運命の夜明けは、このコンテンツ専用のバフです。一度獲得するとイベント期間中は永続して効果を得られます。周回ごとにバフ強化用のポイントが獲得できるため、どの項目から上げても最終的には問題ありません。効率よく周回する場合は、通貨獲得アップ、募集のコツ、攻撃のコツの3つをはじめは優先してあげるのがおすすめです。通貨獲得アップは通貨の獲得量が増加し、道中に出現するショップでキャラやバフを購入しやすくなります。募集のコツはキャラ購入時に割引が発生する確率が上がります。攻撃のコツは攻撃力が上昇し、殲滅速度が上がることで周回効率が高まります。その他の項目について、初期回廊結晶と初期式は、周回スタート時の通貨と式が少し増えた状態で始められます。生存のコツは最大 HP が増加して耐久力が上がります。高難易度のステージを周回する際には有用ですが、序盤は優先しなくても問題ありません。続いて、実際の進め方についてです。最初に回廊結晶を使用し、自分が所有しているキャラの中から購入してスタートします。ステージはこのような分岐型のマップを進んでいきます。右下のハートマークの数字は式です。周回中のライフポイントに相当します。戦闘が長引く、味方が倒される、特殊な戦術を使用するなどで減少し、0になるとゲームオーバーです。ただし、戦闘のやり直しは可能です。赤いオブジェクトは敵との戦闘で、雑魚、中ボス、ボスの3種類があります。雑魚戦はオートでも可能ですが、中ボスとボス戦のオート進行は難易度が高めです。1回の周回が長いため、基本的にこれらの敵との戦闘は避けて進めるのがおすすめです。各オブジェクトで発生する内容は右下のボタンから確認できます。同じオブジェクトでもオーラが発生しているものがあります。これは通常より効果が高く、アイテム系なら良質なものが手に入り、敵なら強化されています。各オブジェクトの優先順位はこちらの通りです。一番優先度が高いのはこちらのオブジェクトで、3つのバフから1つを選択できます。バフの中には、たまに移動力アップがあります。このコンテンツの戦闘マップは広いことが多いので、移動力アップのバフがあれば優先して取得しておくのがおすすめです。こちらの2つは選択式のイベントで、バフを獲得したり戦闘が発生したりします。オーラが発生している巻物は、最後のボス戦で別ルートへ行くための鍵が手に入ります。クエストクリアのために別ルートのボスを倒す必要がありますが、通常のボスより強く、報酬もショップ通貨が少し手に入る程度なので、無理に倒す必要はありません。その他のオブジェクトの効果は以下の通りです。宝箱、キャラ購入に必要な結晶が手に入ります。焚き火、士気が回復します。星のオブジェクト、TP が回復します。ジョッキと天秤のオブジェクト、バフやキャラを購入できます。キャラを一定数入手するクエストがあるため、無料で手に入るキャラがいれば購入しておくのがおすすめです。ただし、弱いキャラを出撃させて倒されると士気が減るため、有料で購入するキャラはレジェンドのみに絞るのが無難です。雑魚は戦闘終了後にキャラ購入用の結晶が手に入ります。中ボスは戦闘終了後に3つのバフから1つを選択できます。雑魚と中ボスは、中ボスの方がバフを選択できるので報酬は良いですが戦闘が大変なのでどちらか選択できるなら雑魚戦がおすすめです。最後に砂の回廊について、1回の周回にかかる時間は長いですが、迷宮大冒険と同様にガチャ石などの主要な報酬は比較的すぐに手に入るため、無理のないペースで進めてください。以上で今回の砂の回廊の解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。
良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。